こんにちは、のぞみです。ヌサペニダでのボランティアが終わって、バリ島のチャングエリアにやってきた。バックパッカーズホステルに3泊した。ここからバイクタクシーで FNPF のバリワイルドライフレスキューセンターに来た。最初はここでもボランティアを計画してたけど、予定が変わって見学だけさせてもらった。ここでは違法に捕まっていた野生生物の保護活動などをしている。中を案内してもらった。いろいろな動物がいて、最終的には野生に返すために段階的にケージを変えていくそう。このルワークは食べた豆がうんちと一緒に出てきてコーヒーが取れることで有名だそう。空港で売ってたので買って飲んでみたけど、後で調べたらワイルドと書いてあっても実際は劣悪な環境のとこが多いらしく、もう二度と買わないことにした。こちらはマレーグマ、とっても愛らしくてスタッフが近づくと寄ってきた。以前行った動物園ではマレーグマが行ったり来たりしていてストレスを感じているのが分かった。だけどここではクマがスタッフとコミュニケーションを楽しんでいるのが明らかに分かり、やはり人間が日頃から愛情を持って接しているかどうかがとても重要だと思った。スタッフは案内してくれながら木に生えているベリーを動物たちにあげていた。私もベリーをもらってクマさんにあげた。最後にボランティアの方と一緒に外に生えているバナナの葉を取りに行き、ヤギさんにあげる体験をさせてもらった。ワイルドライフレスキューセンターの皆さん、ありがとうございました。ボランティアやドネーションに興味がある方は概要欄にリンクを貼っています。チャングーエリアもヘルシーなレストランが多く、特に私はブッダボールが気に入った。また入り口にパームオイル不使用と書かれているお店もあった。せっかく海の近くにいるので行ってみた。波が高く泳げなかったけど、ビーチでのんびりして癒された。最後にウミガメの保護活動をやっているところに行こうとクタビーチに行ってみたけど、夕方からだよとサーファーのお兄さんが教えてくれた。ウミガメさんはまた今度。バリからジャカルタへ、ここでもやはり飛行機が遅れた。乗り継ぎのためジャカルタで1泊。すごいローカルなところに泊まった。最後にマングローブ林のある自然公園に行ったので、景色を見ながら旅行の振り返り。2024年の4月14日、日本を出発し、マレーシアのコタキナバルで2ヶ月英語の語学留学をした。留学中は久しぶりにたくさん勉強した。大人になって勉強するのって楽しいよね。いろんな国の人たちと話したのも楽しかった。それからクチンへ移動して1ヶ月過ごした。気管支炎になったりして大変だったりもしたけど、いろんな経験ができてよかった。それからボルネオ島のインドネシア側カリマンタンへ移動して熱帯林のボランティアを行った。これが一番やりたかったので、毎日が刺激的でとても充実していた。その後エコツアーに参加していろんな人に会ったり、村に滞在できたのはいい経験。ボルネオではまだまだ行きたいところがあるけど、いつかのお楽しみにしておきたい。
その後バリ島に渡り、普通に観光したり、ワイルドライフサンクチュアリを訪れたりした。生のバリ舞踊が見れてとても楽しかった。その後ヌサペニダでのボランティア、バリの野生生物の保護センターの見学、そしてジャカルタに戻ってきた。振り返って思うのは、私は普通の観光地にはあまり興味がないらしく、旅行を通していろんなことを学ぶのが好きみたい。あと自然があるところがやっぱり好き。日本を出ていろんな景色を見て人と会って自分なりに吸収して旅行が終わった。5ヶ月間で少しは成長したかな。9月3日、シンガポールを経由して福岡へ出発。帰ってからしばらくは体を休め、いろんなことを考える時間にした。この旅に出る前に今までやっていたことをリセットした自分は、これから何をやっていくのか。私はやっぱり森が好きだから森のことをやりたいと思うし、以前やりたいと思っていたことをもう一度やってみたいと思った。これからはもっと自然の中で暮らして自然の一部となって生きていく。それをお見せできるのはもう少し先になると思うけど、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。